どうもこんにちは。いつも新機体で成し遂げたいオンドレアスです。さーて今週の新機体は笑わせんじゃないよ。甘いんだよそんなの。はい、今週の新機体は機動戦士ガンダムダブルゼータからゲイマルクが登場。先週の新機体がゲイマルクを護衛、というか監視していたガズエルとガズアルだったのである程度予想できましたが、このデカブツ、まさか本当に実装されるとは。果たして地上で戦えるんでしょうか。私気になります。お、すごい全部武器が出ました。意外とレアなガチャ。今日はいいことありそうな予感。先週に引き続き今週もまあまあ沼ってますね。100連を超えたその先に俺はいるからよ。今週は130連。補充したばかりのトークンがもうかなり減ってしまった。ゲイマルクは650コスト支援機。どうやら地上も出れるようですね。機体チェック。武装は腕部メガ粒子砲、ビームサーベル、片部ビームランチャーにメガ粒子砲一斉発射。3連装グレネードランチャーにチルドファンネル強撃、マザーファンネル追従。腕部メガ粒子砲、即よろけのビーム兵器でチャージは不可。カス当たりとフルヒットで大きく威力が変わる。ビームサーベル、スキル格闘連撃制御がないので一段格闘。下格闘は踏み込んでの突き。スキルと相まって割とお世話になる武装でもある。片部ビームキャノン、静止射撃のビーム砲、即よろけで射程も長いですが切り替え時間が長いのがネック。メガ粒子砲一斉射撃、フルチャージしないと撃てない兵装。ズドーン。なんかすごい。チャージも早く一見ヤバい武装ですが、実際はビームが非常にばらけるためカスダメになりやすい。腕グレネード、3発で蓄積よろけが取れる本気唯一の実弾兵器。チルドファンネル、ロック式の誘導兵器。とりあえず出しとけばよだめ稼いでくれる可愛い子供たち。マザーファンネル、ダッシュ打ちできる貫通ビーム、スラスター射撃ができる上火力が非常に高く、この武装が多分この機体の重要武装。アーマーが 30% を下回るとスキルサイコフィールドが発生。即よろけ射撃のリアクションを緩和するのですが、バイオセンサーと違い発動時は緩和せず、さらに射撃ダメージ 40% カットなどの効果もあり、よろけない効かないの化け物が爆誕。加えてアーマーが 30% 以下から繰り出すタックルは強よろけタックルとなる。カウンターは特殊カウンター。それでは実践の方行ってみましょう。650コスト1000ベーシック、墜落跡地やっていくよ。ゲイマルクワスのアーマー値が2万4000と非常に高く、防御補正は対射撃特化で、対格闘が6と非常に低いのが特徴。ダメージをカットする特殊干渉剤はハイブオプションにのみついておりますが、ハイブオプションに被弾することはそんなにないと思うので、干渉剤によるダメージ軽減はあまり期待できないですね。攻撃面はもちろん射撃特化で、機動力は通常移動が105旋回が54とその辺はまあまあ劣悪ですが、スラスタースピードが190と意外と速い。遅く見えるのはいつもの機体がでかすぎるせい。でかい、呪い、よろけるの3拍子が揃っているのでフリポジションで打ち合うと蒸発必至。スラスタースピードを活かし、有利ポジションをキープし続けるのがいいんじゃないでしょうか。とはいえ、通常移動と旋回の遅さから北極基地などはかなりきついと思いますね。かといって片ビームの射程こそ500ありますが、メインは400、マザーファンネルは350、シルドファンネルとグレネードは300。火力発揮するなら距離300から350には敵を捉えたいところ。フルアーマー100式回は450、ゼータプラス C1 型は400の距離で火力発揮できるので、他の支援機に比べ兵所マップで捕まりやすく、遠距離マップでは火力が発揮しにくい、届かないことが多い機体となっており、そうです。ここ墜落跡地が兵所でもなく射程もギリ発揮しやすい、ゲイマルクにとっての高マップなんじゃないでしょうか。フルゲー、今カチカチのサイコフィールド。あれもうアーマーが3000しかないよ。僕のカチカチゲイマルクくんどこ味方の通りすが短期で詰められそうだったので抑止しに出撃。
出たものの敵の抑止、前に出ると終わるのでこの辺で味方待ちましょう。サイコフィールドは非常に強力なスキルですが、そもそも硬くて生き残りやすいので、ゲイマルクより先に味方が沈んで、枚数でサイコフィールドとか関係なくボコられる場面は多く感じました。これだからホバー移動はサイコフィールド関係なくタコられることがあるとはいえ、そもそも最後まで沈まずに火力発揮し続けているなら、支援機としては大正解なんじゃないでしょうか。いや痛すぎ近距離詰められると全然硬くないのがゲイマルク。フルアーマー100式回を落とせなかったのが痛手の原因、足滑らしさえなければ、通り過ぎビーム撃たれてますが一発で受けてるダメージわずか572、全く効かんな。今度はこっちが2機でボコる番だ。卑怯とはうまいね。このまま撃破まで持っていきたいところですが、圧射線が、これは無理かも。一旦諦めましょう。ここからでも届くロングレンジ武器がゲイマルクにはある。それは肩ビームランチャー。一斉射撃は実破射程が700もあるんですが、この400ぐらいの距離でもバチコンばらけるので、一斉射撃をもし撃っていたら、ダメージは入っても2000ぐらいだったと思います。後ろからどすこいハリケーン。ばらけて火力が案外でない、ということであまり使っておりませんが、もう一つあまり使ってない理由がばらけるイコール狙ってないとこにも飛んでいくので、味方にも誤射しやすいという点がございますんですね。さて、バトーペはこの度300万ダウンロードを突破。おめでとうございます。それに伴いありがとうキャンペーンが開催中。ありがとうログインボーナスでは、期間中ログインするだけでガンダムマーク2や100式、その他色々もらえちゃう。10機のうちからいずれかのおまけがついてくるステップアップガチャ。コンテナ発見率爆上がりイベントに、応募することでワンチャンガンダムのブルーレイなどが当たるイベント。キャンペーンのツイートをリツイートすることでなんで外れたか明日までに考えることができるよ。先ほどもうアーマーないので適当に突っ込みましたが、よく考えたらこの機体サイコフィールドあるので、アーマーがギリ 30% を上回らない程度に、修理した方が良かったかも。とはいえ残り2分30秒もあるので、アーマー減ってたら狙われますし、別に間違えてはいない気もしますね。敵は分断されておりますね。ここで足止めしてもいいですが、よろけ重ねから詰められると一瞬で持ってかれるのがゲイマルク。基本単独行動はまずいので合流しましょう。低すぎる対格闘は強襲機はもちろん、汎用機の攻撃でもかなり通るので、ジオなんかは隙があるならボコってもいいんじゃないでしょうか。この枚数差ではそうはいきませんけどね。ゲイマルクの武装説明の時にサーベルにお世話になると言ったのは、スキルフルパワータックルによる、強よろけ付与からのサーベルが刺さりやすいから、しかしとっさに支援機でサーベルに構えてタックルする癖がないので、慣れが必要そうですね。そうでなくとも突進してくる敵機体を強よろけタックルでわずかな時間でも止めれれば、あれは一斉射撃ガン待ちゲイマルク。面白い。抜きな。どっちが早いか勝負だぜ。勝負を決めるのは覚悟の差。今必殺の、クソエイム。一歩も譲らない磨き上げられたクソエイムの応酬。君は生き残ることができるか。覚悟とは、一斉射撃でガン待ちする揺るぎない決意。全然来なさそうなのでやめましょう。ゲイマルクのおすすめコンボです。切り替えの遅い肩ビームから入り指メガ粒子砲。追撃でマザーファンネル、シュルドファンネル。これを回すと肩ビームに切り替えた時に、オバヒゾーン開けました。また同じコンボを叩き込めるんですねちなみに対面の通り数は今、陛下、光線距離、高低差、右肩越し、すべてで振りを背負わされており、負けるべくして負けていますね。ここ大事。基本的にはオバヒさせない方がいいですが、オバヒ覚悟の射撃も時には必要。先ほどのようにオバヒ射撃しないと多分生体反撃食らう時や、オバヒ射撃しないと味方へのカットしてあげられない時などは、バンバンオバヒ射撃していいと思いますね。特にゲイマルクは武装が多いので1本ぐらいオバヒしても平気。逃がすかよ。ゲゲゲッゲゲゲッゲイマルクゲゲゲッゲゲゲッゲイマルクゴッツアンゴール、承認だ。今だ、えなりの瞬間だ。トークン消滅、一斉射撃。無敵のどでかい守護神僕らの勇者をゲッ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 ゲーマルク
はい、肩 B からの指目が、そこからファンネル追従を押すのは、もともと火力が高いことに加え、貫通効果により関係ない敵にも当たったり、味方に車線切られても貫通したりで、なんやかんやで火力が出るからですね。ゲーマルクよだめでないなぁという人は追従とお化け覚悟の射撃試してみてほしいです。成し遂げたぜ。はい、ゲーマルクでした。新スキルの強みはあまりお見せできませんでしたが、武装の回し方はお見せできたんじゃないでしょうか。ちなみに対ゲーマルクなんですが、一度サイコフィールド発動すると手がつけられなくなるので、サイコフィールド発動するまでよろけ重ねて、サイコフィールド発動させるならよろけから一気に焦点、サイコフィールドを起動させないのがいいかなと思いました。それでは今回はこの辺で